まず最初に、この話は特定の投資を進めるものではもちろんありません。最終的な判断はご自身の責任でお願いしますね。さてでは早速本題に入りましょう。もしあなたがこれまでずっと信じてきたビットコインの必勝パターンが実はもう使えなくなってるとしたらどうしますか？今日はそんなちょっと耳の痛いかもしれない、でもすごく大事な話をします。ねえ皆さん、4年の法則ってまだ信じてますか？半減期のその次の年に価格がピークになるっていう有名なサイクルです。あなたもこの言葉を頼りにして次の大きなチャンスを待っていたなんてことありませんか？今日はその当たり前が今の市場でも本当に通用するのか、一緒に深く考えていきたいと思います。まずは基本のおさらいからですね。この4年サイクル理論っていうのは、ビットコインが新しく生まれる量が半分になる半減期っていうイベントがありますよね。これがだいたい4年ごとに起きるんですけど、その翌年に価格が頂点をつけるっていう、これまでの経験から生まれた法則のことです。実際過去のデータを見ると、これが見事に当てはまってるんですよね。2012年に半減期があって、翌年の2013年にピーク。2016年の半減期の後には2017年にピーク。で、記憶に新しい2020年の半減期の後、2021年にもやっぱりピークが来ました。このまるで決められていたかのような美しい繰り返しが多くの投資家にとっての道しるべになってきたわけです。そうなんですよ。これってただのジンクスとか偶然とかじゃなかったんです。だって理屈はすごくシンプルで、新しく発行されるコインの量が減る。でも欲しい人はいる。となれば価格は上がりますよね。この需給の原理が過去の動きともバッチリ一致してたんです。だからこのパターンを信じるっていうのはすごく合理的な判断だったんですよ。でもです。今日皆さんに話さなきゃいけないのは、まさにその合理的な判断の大前提が、もしかしたら根底から覆るかもしれないっていう、ちょっと不都合な、でもめちゃくちゃ重要な変化の話なんです。その変化のトリガー、引き金となったのがこの日付。2024年の1月です。アメリカでビットコインの現物 ETF はついに承認された。そう、すべてはここから始まったんです。この ETF 承認が何を変えたかっていうと、もう世界の巨大な機関投資家たちがこれまでとは全く違う、いわば公式ルートでビットコイン市場にお金をジャブジャブ入れられるようになったんですね。その結果、今、市場アナリストたちの間である議論が静かにでも確実に広がってるんです。その議論のど真ん中にあるのがこの問いかけです。もしかして4年サイクルの時計の針はもう狂い始めてるんじゃないかって。これまで僕たちを導いてくれた時計がもし壊れてしまっていたとしたら一体どうなるんでしょうか。ここで一番大事なことを言いますね。市場のプレイヤーとルールがもう根本から変わっちゃったってことです。ETF が承認される前は僕たちみたいな個人投資家が主役でした。でも承認された後は年金基金とか超大手の金融機関とかいわゆるクジラたちが堂々と市場に入ってこれるようになった。そしてこれまでよくわからなかった彼らの巨大な資金の流れが今や見える化されたんです。そう。この見える化こそがゲームを完全に変えた最大の変化点なんです。現物の ETF にどれだけお金が入ったか、あるいは出ていったかっていうデータがほぼ毎日わかるようになった。つまり昔は読めなかった巨大なクジラ、機関投資家の足跡がくっきりと見えるようになったんです。これってビットコインの歴史上初めてのことなんですよ。で、この新しいデータ、つまり見えるようになったクジラの足跡からプロのアナリストたちが何を導き出したか。それがこの見解です。機関投資家からとてつもない規模のお金が入ってくることで、今までの4年サイクルがもっと早まったり、あるいは短縮になったりする可能性があると。彼らは新しいデータを見てそう分析してるわけです。つまり何が言いたいかっていうと、ここが一番大事なポイントなんですけど、もしこのアナリストたちの見方が正しければ、よし、半減期の次の年までじっくり待とうっていう古典的な戦略はとんでもないチャンスを逃すことになったり、最悪全く機能しなかったりする可能性があるっていうことなんです。もちろんこれで4年サイクルはもう終わりだって断言してるわけじゃありません。専門家の間だって意見は分かれてます。ただ
一番重要なのは、サイクルが変わるかもしれないっていう議論が今まさに起きているっていう事実です。そして、こういう誰も経験したことのない局面で一番のリスクって何か。それは何も準備していないことなんです。じゃあ僕たち個人投資家は具体的にどうすればいいのか。答えは実はすごくシンプルです。やるべきことはたった2つ。ステップ1、新しい市場に対応するための正しいツールを手に入れること。そしてステップ2、いつでも動けるように準備を万端にしておくこと。たったこれだけです。まずステップ1のツール。具体的にはこのスライドにあるようなものですね。機関投資家の足跡を追うための ETF の資金フローが見れるツール。それからブロックチェーン上の生の動きを見るオンチェーンデータの分析サイト。そして何よりいざという時にすぐ動ける主要な取引所のいつでも使える口座。これらが新しい時代の羅針盤になるんです。過去のサイクルのこと、ちょっとだけ思い出してみてください。2012年、2016年、2020年。あの時、ビットコインに何が起きていたか、今となっては多くの人が知ってますよね。でも、当時、そもそも口座すら持ってなかったっていう人、ものすごく多いと思いませんか？知識として知ってるだけじゃ1円にもならない。これ本当に痛い教訓です。はっきり言って、この新しいサイクルが、じゃあ具体的にどうなるのか、前倒しになるのか、もっと短くなるのか、それとも全く予想外の動きをするのか、正直誰にもわかりません。この不確実性こそが今の市場のリアルなんです。でも、一つだけ、もうこれだけは絶対に確かなことがあります。それは、この先、相場がどっちに動こうと、ちゃんと準備をしていた人と、していなかった人とでは、必ず決定的な差が生まれるということです。準備こそが、この不確実な時代を乗り切る唯一の武器なんです。ETF というとてつもなく大きな変数が加わって、市場はもう新しいステージに入りました。機関投資家っていう巨大なプレイヤーたちの時計は、もうカチッカチッと音を立てて動き出しています。さて、皆さんの時計はまだ止まったままですか？